さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もう誰がやっても絶対にしぼまない、そしてサラダ油を一切使わないふわふわのシフォンケーキを紹介したいと思います。とても簡単で絶対失敗しないので、最後まで見てできるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料を紹介していきたいと思います。これ卵を今日4つ分ですね、卵黄と卵白に分けて使っていきます。で、薄力粉とココア、あとベーキングパウダーと、これチョコレートは 70% のカカオのチョコレートにしてください。で、隣がきび砂糖と、奥が水と、あと今日ラム酒ですね。これはぜひ使ってもらいたいと思います。これでやっていきます。はい、じゃあ作っていきたいと思います。まず、これ粉なんですけど、粉類ですね。小麦粉と、あとココア、一番少ないベーキングパウダーをこれ最後に入れます。これを振るんですけど、これよく皆さん失敗する理由に粉がちゃんと振るわれてないとか混ざってないっていうのがあるんで、必ず粉は振るってください。で、振るのって何のためにしてるかっていうと、混ぜたいんですね。で、これ一回振りました。これ見てもらうと分かるんですけど、全然混ざってないんです。なので、できれば同じ作業を3回繰り返して、粉類は3回振るってから使ってください。これこの後3回振るっておきます。はい、次じゃあこれ卵を卵黄と卵白に分けていきます。これ卵白はメレンゲになるので卵黄が入らないように。はい、次チョコレート溶かしていきます。このボウルに 70% のチョコレートですねと、あとお水で、今日あんまり僕お酒使わないんですけどラム酒入れます。でこれは火入れると香りだけが残ってアルコール飛ぶんですね。で、チョコレートの味がもうめちゃくちゃリッチに感じるんで、今日は入れてます。これブランデー他のお酒でも大丈夫です。絶対入れた方が美味しいんで入れてください。あと、シフォンケーキ皆さんサラダ油使うと思うんですけど、今回使ってないのは、このチョコレートの中に入ってる油で作るので、今回入ってないです。なので今回は 70% のチョコを使ってます。じゃあこれでちょっとレンジで溶かしていきます。はい、じゃあ次メレンゲ立てていきます。これ卵白ですね。さっき割った卵白に、砂糖全部加えます。はい、で今卵白と砂糖ですね。これを泡立てていきます。はい、これぐらいまで立てたら完成です。もう全然動かないぐらいですね。しっかり立ててください。はい、これレンジで温めても溶けたやつですね。これを全部ちょっと混ぜて合わせていきたいと思います。一応溶けたの確認して、この段階ですごい香りがするんですよ。で、ラム酒の香りなんですけど、多分ね、ちゃんと言わないとラム酒ってわかんないと思います。すごいリッチなチョコレートの香りになるんで、必ずここでお酒は入れてほしいです。で、ここで卵黄を全部一気に入れちゃいます。で卵黄は水と油を混ぜる効果があるんで、必ずここでマヨネーズというかガナッシュというかこう綺麗につながってくれます。でここにさっき3回ふるった、粉類をですね加えていきます。こんな状態です。はい、ここにさっき泡立てた、もう砂糖を最初から入れてるんで、もう全然びくともしないしっかりと硬いメレンゲが立ちます。これを混ぜ合わせていきます。ゴムベラで混ぜていきます。最初少量入れて溶き伸ばす感じ。よくしぼんじゃうからあんまり混ぜないとかそういうのないんで、もうしっかり混ぜてください。もう混ぜすぎていいぐらい混ぜちゃって大丈夫です。さっきのチョコレートのペーストがメレンゲが入ったんで、こうちょっと緩くなった感じ、これをさらに混ぜ合わせていきます。それが混ざった状態ですね。でこれいつものこう下から混ぜるやつですね。いつも言ってるんですけど、こうやってやってもいいんですけど混ざらないんで、こうやって下から持ち上げてあげる。
ほぼ完成です。あとはこれをちょっと型に流して焼いていきたいと思います。じゃあちょっと型に流すんですけど、これ17センチのアルミでできた型ですね。取れるようになってます。で、紙とか引かずに、これ何も塗らないと結構こう生地が張り付いちゃうんですけど、張り付いて OK なんで、アルミの型がおすすめです。これに流していきたいと思います。はい、これ今、生地全部流した状態なんですけど、ここちょっと次ポイントで、どうしてもこれ型の性質上、こう生地がこう流れていった時に気泡ができちゃうんですね。で、中に大きな気泡多分皆さん嫌だと思うんですけど、そういう時竹串でこれ入れて、こうやってちょっと混ぜてあげるんですよ。今内側、だんだん外側、でまた内側、外側、これ1回でいいんですけど、これしてあげることによって中の気泡が均一化して焼いた時に綺麗に上がります。でベーキングパウダーとかをちゃんと混ざってなかったらデコボコになっちゃうんですけど、もうこれでほぼ 100% 綺麗に上がるんで、ぜひやってみてください。じゃあこれちょっと焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。めちゃくちゃ美味しそうです。で、このままにしておくとしぼんじゃうんで、焼き上がったらすぐひっくり返してください。でよくここに瓶の上に刺してとかあるんですけど、その無視してこれひっくり返しておいてくれれば大丈夫なんで、こうやって板みたいに移動できる台に置いてすぐひっくり返してください。はい、これ粗熱取れたので、この縁ですね、縁とこの両方の縁にナイフを入れて型から剥がしていきたいと思います。ちゃんと下まで。でこれね、一応型にこう型に沿ってやってます。こうやって上に上下にこうやってあげると綺麗にいきやすい。この下もナイフ入れていきます。はい、これでシフォンケーキ完成ですね。綺麗に焼けました。じゃあちょっとカットしてみたいと思います。すごいね、これ。ふわっふわです。完璧。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと食べてみたいと思います。見てください、もうこれもうふわふわですよ。これふわふわなんですけど、めちゃくちゃチョコレートの味濃いです。で、ちょっとポイントのおさらいですね。今回そのチョコレートで作ってるんですけど、70% で、ちょっとよくハイカカオとかビターなチョコって言うんですけど、そのチョコレートに入った油を使ってこのシフォンケーキのこうふわふわの部分とか作ってるんです。なので皆さんレシピ信じて作ってください。ポイントはですね、メレンゲに砂糖を全部最初に入れて、見ていただいた通りのしっとりとしたメレンゲを立ててくれれば、もう絶対にもうこのふわふわのしぼまない、誰が作ってもできるシフォンケーキ作れます。なのでもうレシピを信じてもらうしかないです。プロとして仕事してますんで、一応やってみてもらえると大変信じてもらえるとありがたいです。あとですね、これバニラアイスとかつけて食べてもらえたらもうめちゃくちゃ美味しいんで、あと今冷えてますけど温めてもこれしぼまないです。そうやって食べていただいても美味しいんで、ぜひ作ってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。ぜひコメントとチャンネル登録ぜひお願いします。コメントすごい励みになってるんで、ぜひお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。